何する？じゃあまたね。大好きだよ。待ってるからね。大曲時フィルムのヒロです。今回ですね、僕一人なんですけれども、今回皆さんにお見せする動画は、以前ですね、僕たち大曲時フィルムで投稿した動画、メランコリック。こちらの動画はですね、僕たちが心霊写真を紹介をしていって、で、最後にですね、皆さんにとある映像、主に音声なんですけれども、こちらお見せしたかと思います。メランコリックの動画の説明にもあったんですけれども、とある男性が僕たちにある動画を送ってくれたんですね。その動画というのは、一見するとですね、意味不明なものだったんです。1時間以上映像が続くんですけれども、基本的には暗闇です。ずーっとノイズが鳴り響いている。しばらくするとですね、そのノイズも少し変わってきて、何やらガチャガチャ、ゴソゴソと、絹ずれのような音だとか、陶器のようなものが擦れ合う音が聞こえてくるんですね。そしてその中に、かすかに何を言ってるかは聞き取れないんですけれども、女性がつぶやくような声が聞こえてくるんです。そしてそれが徐々にはっきりしていって、部分的に聞き取れる箇所も出てくると。ただ最後まで聞いても、一体それが何を意味しているのか、誰が何の目的で撮ったものなのか全く不明なんですね。そしてその動画というのは、とある SD カードに入っていたんです。一つの古いアパートがあるんですけれども、そこから見つかったものだったんです。その部屋というのは、一人の女性がもともと住んでいたんですけれども、首を吊って自ら命を絶ってしまったんです。さらに詳細をお伺いしたところ、その部屋っていうのは、二つの和室があるんですけれども、その和室と和室の間でですね、その女性は亡くなっていたというんですね。その説明だけ聞いても、正直詳細はよくわかりません。そしてその女性が亡くなった後ですね、いわゆる事故物件ということになってしまうんですけれども、その女性の遺族の方が、いわゆる家財、持ち物ですよね。いったものをすべて回収していきました。で、残った部屋、これを管理者の方が掃除をしたらしいんですね。すると、当然ながら女性が住んでいた部屋ではあるので、ある程度ですね、髪の毛だとか落ちていたんですけれども、差し当たってですね、物がなくなった後は、特段汚れている状況でもなかったらしいんです。ただ、まさにその女性が、命を絶った部屋、その和室で掃除機をかけていたところ、掃除機のダストボックス、これの中身を見たところ、髪の毛がぎっしり詰められていたらしいんです。当然そんなに大量の髪の毛が落ちているはずなかったんですね。さらにはですね、その髪の毛の中に紛れるように、先ほどお話しした SD カードが紛れていたらしいんです。管理者の方はですね、その SD カードの中身を見てしまった。それを見てしまったことが原因かどうかは定かではありませんが、現在も精神を病んでしまって家から出られない状態だそうです。その方のお知り合いの方が今回ですね、SD カードを送ってくださったんですね。そして前回投稿したメランコリックという動画でも少しだけお伝えをしていたんですけれども、なんとですね、その女性が命を絶ってしまったまさにそのアパート、行けることになりました。現状はですね、まだ部屋の掃除が終わったままの状態だそうです。最も大きな謎は、当然この掃除機の中から出現した SD カード、亡くなった女性のものかということで、遺族の方に送ったんですね。すると、送り返されてしまった。そして遺族の方は、こんなことを言うんです。SD カードの中に写っている女性、この女性が自分の娘じゃないって言うんですね。私の娘ではない。これは一体どういうことなんでしょうか？あの部屋で亡くなった女性と SD カードの中に入っていた写真の女性、全く別人なんですね。またですね、もう一つ、これはあくまでも根拠のない憶測なんですけれども、この映像の一番最後、終わる直前に大きな音を立てて椅子が倒れるような音が入ってるんですね。ガタンと。その後に何かロープのようなものがきしむ音がする。そして映像は終わるわけです。待ってるからね。もしかすると、この映像音声というのは、その女性が亡くなる直前のものだったんではないかと。多く残る謎。これらを少しでも解明するためにですね、本日僕、ヒロ一人なんですけれども、まさにその女性が命を絶った、その現場に行ってみようと思います。では、大まかとき、始めます。
お邪魔します。で、今ですね、部屋の中に入ってきました。やっぱりもうしばらくですね、誰も入っていなくて、おそらくあまり管理もされていない状態かと思うんで、キッチンだとかトイレや浴室がですね、もう排水の水が枯れちゃってると思うんですね。そのせいで、汚水の匂いというか排水の匂いが部屋中に充満してます。かなりそれがきつい匂いが漂ってますね。ではちょっと一室ずつ見ていこうと思います。入った時気づかなかったんですけど、盛り塩がしてありますね。管理者がやったのか。ここは壁紙が全部剥がされてるな。なんか、なんていうんだろう、排水の匂いと、なんか、もう一つ何か嫌な匂いがするな。何の匂いかはちょっと定かではありませんが、相当古い作りですね。カビの匂いかな。カビの匂いがする。ここがキッチンですね。動画の中ではガチャンガチャンとね、コメントの方でもありましたけれども、食器を洗っているのか料理を作っているのか、そんな音が聞こえてたということですけど、ここの台所何か関係しているんでしょうか。忙しそうだ。おそらくここから、ここ和室ですよね。うわ、すごいなこれ。ここにも盛り塩が。部屋の真ん中にこんな風に盛り塩するのってあんまり聞いたことないですけどね。この微妙に襖が開いてるのもかなり不気味です。なんか跡があるな。ここもだ。和室と和室の間ってこういうことだったのか。この柱を使って首を吊った。十分強度はある。だからここに盛り塩を置いてるんだ。今見ていただいた通りですね、古い、状態ではあると。で、埃はですね、かなりあるんですよ。ただやっぱりゴミだとか、汚れてはないと思うんですよね。汚いは汚いですけどね。だから一回掃除はしてて、掃除をしてるときに、ここかこっちで、何の音？ちょっと気になるな。掃除をしているときに、ふと気づいたら、そのダストボックスの中に、大量の髪の毛が入っていて、その中にSD カードが入ってたってことですよね。やっぱ今見ても、ここ、今よりは汚かったとはいえ、この状態でさ、掃除機かけてさ、SD カードが落ちてて気づかないわけないもんね。髪の毛とか。おかしいよね、それは。
物は何も残ってないってことを言ってたので、やっぱり当然ながら何も残ってはなさそう。なんもないですね。ちょっとなんかね、なんかちょっと声聞こえる気がするな。で、こう一周できるということですね。ちなみにこの物件5階建てなんですけれども、現在5階ワンフロア誰も住んでません。5階は全室空室です。あと5階建てということもあって当然なんですけど、ありますかね、鉄骨鉄筋コンクリートなんですよ。隣の物音だとかそういったのがですね、そもそも聞こえる状態ないですね。なのにちょっとさっきから物音だとかですね、ちょっと聞こえますね。やっぱこの部屋が、この和室が一番気味が悪いな。一旦閉めて様子を伺ってみましょうか。うわ、暗くすると怖えな。明かりを消すとめっちゃ怖いです。そこも誰か覗いてきそう。あ、怖っ。ちょっとあそこ隙間見える。天袋閉めておけばよかった。わかりますかね、ここ。そこの隙間から天袋見えるの気味悪いな。これ誰か覗いてきたら超怖い。この森地もこんな真ん中に置いてあるの不気味ですよね。ここで、女性が一人で住んで、一人に住むにしては広いですよね、かなり。この部屋でとある女性が一人で暮らしていて、で、その女性がですね、首をつって亡くなったと。まさにこの和室と奥の和室の間で、その後ですね、遺族の方が来て部屋のね、家財をね全部回収していったらしいんですよね。で、あらかた部屋のものがなくなって、ただ物はなくなっても当然埃だとか汚れはあるじゃないですか。で、それを管理してる方が掃除をしたんですよね。といっても掃除機をかけたり雑巾がけをするぐらいですけど、不審に思ったその方がですね、ゴミの中を見てみると SD カードが紛れていたと。非常に不可解ですよね。まさか SD カードが入っていたら気づきますよね。で、それを興味本位で再生してしまったと。で、最後に謎の音声、もう聞き取れないほぼノイズのね音声が入っていたわけですけれども、なんかまたこんな感じでやるんですよ。でもう一つ非常に不可解だったのが、それは遺品になりますんで、この部屋をね片付けてくれたその遺族の方のところにそれを送ったとすると、送り返されてしまった。 SD カードの中に写ってる写真が娘じゃない。こんなことありえますか。ここで首をつって亡くなった女性じゃない、誰にも身に覚えがない女性が写った SD カードだった。それだけを聞くとですね、やっぱりちょっと都市伝説めいた話だよね。だからちょっと信憑性は本当に定かではない。ここがでもそういった事故物件であることは確かです。ちょっとじゃあここでやってみたいことがあって、その亡くなった女性、あれなんかすごい、こっちコンクリートだからっていうのもあるかもしれないですけど、全くこっち反響しないですね、声が。不気味なほど。じゃあここでやろうか。ちょっとやりたいことがですね、ここで謎の映像音声を、
聞いてみたいと思います。よいしょ。うわ、なんか血みたいなのついてるな。今流してます。これですね。この音声を流すと空気がですね、ちょっと張り詰めた感じがすごいですね。耳鳴りがすごい。今、ふすまノックされたんですけど、このふすま。なんか、もうちょっと違う音だな。あ、やっぱこっちだね。こういう音。今いるのかな。写真を撮りに行くか。ライトを消してフラッシュだけで写真を撮ります。僕も今真っ暗なんで、あんまり見えてないんですけど。この部屋がちょっとやっぱ気味悪いですね。気味悪いって言っちゃいけないけど。え？ちょっと待って。この映像はですね、動画ではですね、かなり短くカットしてるんですけど、実際かなり長いんですよね。相当長い映像でして、で、基本的にはずっと雑音なんですよね。その中の一部に映像っぽいというか、なんか
幾何学模様っぽい映像と女性の音声が入ってるわけですけど、しばらくですね、それをちょっともうずーっと流しっぱなしにしてみたいと思います。はい、しばらくずっと聞いているんですけど、ちょっとまずいかもなっていうのがあって、なんかね、まず、だんだんちょっと息苦しくなっていて、別に寒くも暑くもないんですけど、むしろちょっと寒いぐらいの今気温なんですけど、なんかちょっと油汗がちょっと見えるかわかんないですけど、滲んできてるんですよね。で、息苦しいですね、ちょっと。この部屋に入ってきた瞬間っていうのはですね、カビと、排水の匂いっていうのが強烈だったわけですけど、もう随分前にそれは慣れたはずなのに、また強烈にその排水臭さ、カビ臭さがですね、風に乗って漂ってきてるかのような感覚。また今すごく匂う。で、一番怖いのが、これ音ずっと流してるじゃないですか。で、そうするとね、ちょっと変なことなんですけど、スマホから流れてるはずの音なんですけど、時折似たような音がこの部屋からですね、聞こえる気がするんですよね。まあ多分、聞き間違いだとは思うんだけど、この、時折聞こえる女性のつぶやく声だとか、ノイズっていうのが、どう聞いてもスマホからじゃない瞬間っていうのがある。この部屋からね、過去聞こえていたものだとしたらちょっとまずいですよね。その瞬間を繰り返してるというか再現してる状態ですからね。先ほどお伝えしたように、女性が亡くなる瞬間だとしたら非常にまずい。かなり危険。ちょっと待って、今かなりはっきりこの部屋から聞こえてる。ほら、今聞こえたよね。今止めてるからね。いや、今カシャンって聞こえたよね。今確実に部屋からてかこの向こうから聞こえてるよ。いや、ほら。キッチンの方から聞こえるって。今聞こえたでしょ、カシャって。同じ音じゃない？いや、わかんないけど。いや、ちょっと待って、マジ聞こえたよ、今。いや、そんななんか陶器が、食器のようなさ、皿がガシャガシャなるようなものなんてないもんね。ちょっと待って。なんでまた鳴り出してんの？ついてないんだけど。ついてないよ。なんでまた鳴り出してんの？やばい。なんで止まるの？シャレになる。待ってるからね。ちょっと待って。今。すいません。すいません。見間違い今の見間違い？ちょっと止まったわ。
今どなたかいましたか？ダメだ、もう電気の充電もないので、ちょっと今日はこれで帰ります。